にちは。銀座成功堂斉藤久志です。日本刀の美、今回は新潟にやってまいりました。新潟といえばここ彌彦神社です。シダの大立ち、上杉謙信などに所縁のある社宝などが展示されているなど、刀剣とゆかりの深い神社でも知られています。パート1ではそんな刀剣の魅力を巡り、そしてパート2では長岡市の名店和慶堂の土井さんを訪ね、日本刀の魅力について伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日はすみません、お忙しいご遠方とこようこそお参りいただきました。では早速にお参りをさせていただきたいと思います。はい。この宝物殿なんですけど、こちら昭和43年に開館いたしまして、当神社の伝承の宝物のほか、昭和47年に昭和天皇様と光順皇后様のご神拝を記念しまして、新潟県出身またゆかりのある著名な作家の方の芸術作品等々展示しておる建物でございます。指定じゃなくて県の、はい、これ県のそうです、県の文化財ですね。
迫力ですね、これは。こちらの国指定の重要文化財のシダの大太刀でございます。文化財の湾島の中では最大級の部類に属する長さの太刀でございます。こちらの方の江戸時代に佐渡の金山奉行を務めていた大久保長康という方が巡検としてこの神社のご参拝の上にご覧いただいた時にあまりにもこの大きさと出来栄えに驚かれて将軍様にご覧に入れようということでわざわざ運ばれたと。で将軍様がご覧になったという話が伝わっておる太刀でございます。この大きさも迫力、本当に初めて見る、でも本当に驚いております。こちらの方なんですけども、重い軽いの石、また津軽の火の玉石と言われているものでございまして、で言われがございまして、ちょうどこの弥彦山の裏の日本海を津軽のお殿様が、江戸時代の初め頃津軽に向かって船でこう行かれている時に嵐に遭われまして、船が沈みそうになってしまったと。で、かねてより弥彦の神様のお力をご存知だった、お殿様が津軽に帰ることができたら自分が乗っている船のこの帆柱を切り倒して鳥を奉納しますからどうかお助けくださいとお願いになったところ波が静かになって無事お帰りになることができたと。で、鳥の奉納をお誓いになったんですけども忘れておしまいになったと。そしたら城中に夜な夜な火の玉がこう漂ってみんな家臣たちの肝を潰してしまったと。これどういうことかと、みんな悩んでおったんですけども、その時に、お殿様がはっと気づかれて、そういえばまだ鳥を奉納していないというのに気づかれて自分の船の帆柱を引き倒されて鳥を奉納されたと。それと合わせてご一緒に火の玉の石を奉納されたと。でこちらの石、どちらでもいいんですけども願い事をこう念じながらこう持ってみて重いと感じればちょっと叶う見込みがないかなと、軽いと感じれば叶うかもしれないということを自分で占うための石でございます。なるほど。ぜひどうぞ。はい。軽く感じました。よかったですよ、それは。ありがとうございます。はい。